このカメラすごいわ。画質もそうだけどね、音質もねめっちゃいい。でまたトンネルが現れた。はい、どうもこんにちは、もかげです。ということでね、ここからGoPro Mission 1 Pro の実際のレビューを行っていこうと思っていて、でこの1週間ぐらいこのね GoPro Mission 1を使ってきたんですけれども、その印象っていうのをね一言で表すとすると、アクションからシネマへということで、GoPro っていうとやっぱりアクションカメラを始めた会社ということもあって、主にスポーツであったりアドベンチャー用途っていうのがメインであって、そこから派生するような形でVlog であったりだとか、あと旅行用のカメラとしても人気が高まっていって、そこから一気にこのアクションカメラの市場が広がっていったというふうな形で、ここのところねこの GoPro っていうのは例えばライバルの DJI だったりインスタ360に押されがちなところっていうのが確実になって、その中でねGoPro の個性っていうのがなかなか埋もれてしまっているところがあるんですけれども、今回 GoPro が打ち出した新しいミッションシリーズ、その中でもこれはミッション1 Pro というモデルで、スペックを見てみても実際使ってみた印象でも、かなりね軸足をね映像制作の方に移したようなそういったモデルになったなというふうな印象でした。もちろん従来の GoPro のモデルと同じように、小さくてタフなカメラっていう特徴は残しつつも、その上でこのコンパクトボディの中に1インチセンサーっていうのが搭載されていて、8K での撮影であったり、あとGP ログ2っていう新しいログを搭載したことによって、これまでのアクションカメラのログとはね全く別次元のグレーディング体制を実現していたりだとかで、あとスローモーションであったりだとか、長年 GoPro の弱点と言われていた長時間撮影ですね。長時間撮影しようとするとどうしてもカメラが高温になってしまって強制的にシャットダウンされてしまう、そういった問題点っていうのもとうとうこのミッション1シリーズになったことによって解決されたということで、従来の趣味の延長線上にあるカメラというよりも、コンパクトな映像制作用のカメラとして生まれ変わったというふうな印象なんですね。で今回のレビューではまずねこの GoPro ミッションシリーズの立ち位置の整理っていうのをした上で、このミッション1 Pro のスペックっていうのを紹介して、でその後実際に撮影した映像っていうのを見返しながらね僕自身が感動したポイントであったりだとか、その特徴っていうのを説明して、その後にはね追加検証と言いましょうかね、例えば 4K60p でどれだけ長回しできるのかであったり、あと今回ね1インチセンサーを搭載したことによって最短撮影距離ですね、どれぐらいまでね被写体に近づけるのかっていうのも、そういったところもね後で見ていこうと思います。あと実際に使ってみてね個人的に気になったポイントっていうのもあるので、その辺もねこのレビューの中で紹介できればいいかなというふうに思います。で今回のミッション1シリーズっていうのは GoPro もねおそらくね意図的にこのアクションっていうね、これまで前面に出ていたアクションカメラのアクションっていう言葉を使っていなくて、そこからも分かるようにやっぱりね、映像制作寄りのシステムの方に寄っているのかなという印象で、そのミッションシリーズでは3つのカメラっていうのがラインナップに加わっていて、今回紹介するのはミッション1 Pro というモデルで、このモデル以外にこのプロっていうのがない無印のミッション1っていうカメラと、あともう一つ発売はね夏以降になるというふうに言われているんですけれども、ミッション1 Pro ILS というモデルが用意されているんですね。その中で無印のミッション1っていうのが、いわゆるエントリーモデル的な位置づけで、値段的にも一番安いんですけれども、ただこのミッション1とこのミッション1 Pro の違いっていうのはね、外観的なところではほとんどないんですよね。
で内部的なところでも例えば1インチセンサーを使っていたりだとか、新しい GP3 チップを搭載していたりと、基本的なカメラのパワーとしてはほとんど変わらないという風な形なんですね。ただし無印のミッション1の場合っていうのは、例えばスローモーションでいうと 4K120p で 8K30p で撮影できるんですけれども、16対9のアスペクト比に固定されるという風な形なんですね。一方プロモデルの方は 4K で 240p8 倍のスローモーションっていうのを実現していて、あと8K60p での撮影もできますし、あと8K30p の場合はオープンゲート、センサー全域を使って、センサーと同じ比率の4対3で撮影することができたりと、編集段階でクロップしたりフレーミングしたりする、そういった編集作業っていうのを前提にしたモデルっていうのはこのミッション1 Pro と言えるのかなというふうに思います。でもう一つミッション1 Pro ILS っていうのがね、これがね、発表段階でかなり話題になったモデルで、マイクロフォーサーズマウントを採用したモデルで、レンズ交換が可能な、GoPro ということなんですね。これもすでに発表と同時にね、各所で話題になっていて、特にね、電子接点がないことでマイクロフォーサーズマウントといっても、オートフォーカスのレンズが使えないじゃないかっていうふうな、そういった意見もあったんですけれども、ただしこの ILS っていうモデルはこのミッション1 Pro 以上にですね、映像制作の方にがっつりと寄っているモデルで、確かに電子接点がないっていうこともあって、オートフォーカスは使えないわけなんですけれども、それ以上にこの GoPro 由来の手ブレ補正っていうのがこういったマイクロフォーサーズのマニュアルレンズでも使えるっていうことが、これなんかは 25mm のレンズなんですね。これ1インチセンサーを搭載しているっていうこともあって 35mm 換算すると約 2.7 倍になるんですけれども、この 25mm のレンズっていうのが 35mm 換算すると 70mm 弱の中望遠のレンズに変わるんですね。でこの 17mm のレンズなんかは 35mm 換算すると、40mm ちょっとですか、標準のレンズに変わるということで、これらコンパクトなマニュアルレンズを使ってこの GoPro の手ブレ補正が活かせるっていうことなんで、例えば狭い空間での撮影ってことになると、大きな、カメラシステムっていうのを持ち込むのは大変なんですけれども、このGoPro One LS にこういったマニュアルレンズをつければね、これまでカメラの持ち込みっていうのが難しかったような場所でも撮影することができるっていうこともあって、特にこのミッションシリーズの中でもこの ILS っていうモデルは、カジュアルな使用っていうのは想定していなくて、本気で映像制作をしようとする際の、個人的には最強の B ロールカメラになるのかなというふうな印象で、この ILS に関してもかなり注目かなというふうに思います。それではここからね、このミッション1 Pro のスペックっていうのを見ていこうと思います。まず一番最初に紹介しなければいけないのはこのミッション1シリーズでとうとうですね1インチセンサーが採用されたということなんですね。でしかもですねこれがただの1インチセンサーではなくて他社の同様のアクションカメラと比較しても面積としては一番大きな1インチセンサーですし、で何よりもそのセンサーっていうのが500万画素の1型クワッドベイヤーセンサーを採用しているということなんですね。なので8K で撮影する場合っていうのはこの5000万画素の高解像度の映像っていうのが撮影できるんですけれども、これ重要なのはこのクワッドベイヤーセンサーということで 4K での撮影時には5000万画素から1200万画素にビニングされるんですね。画素をあえて間引くことによって画素間のピッチですね、ピクセルピッチっていうのが広く撮れるようになって、そのおかげもあって低照度撮影ですね、暗いところでの撮影の性能っていうのがもう段違いで上がっているという風な形になります。このミッション1 Pro を使ってみて一番感動したところがね、やっぱりノイズの少なさなんですね。しかもただ単純にノイズが少ないっていうだけではなくて、シャドウ部分のね粘りっていうのがね、これまでのねヒーロー13なんかとはもう全く別物に生まれ変わっているという風な印象なんですね。実際このねミッション1 Pro でね撮った素材っていうのを触ってみると、アクションカメラで撮ったものではないなというのが実感でした。次に重要なのはオープンゲート撮影で、従来のね GoPro でもねオープンゲート撮影、センサー全域を使っての撮影っていうのはできたんですけれども、今回の GoPro Mission 1 Pro から 8K でのオープンゲート撮影も可能になったんですね。4K でいうと 4K120p のオープンゲート撮影っていうのも可能なんですね。でこのオープンゲート撮影っていうのはやっぱりかなり重要で、オープニングのサンプル PB なんかでもそうなんですけれども、例えば旅行中であったりだとか、あとフィールドでの撮影っていう風になると、基本的にも一発撮りなわけですよ。でやっぱりカメラそのものもねこれだけコンパクトっていうこともあって、ディスプレイもね決して大きくはないので、撮影前にフレーミングを追い込むっていうことはやっぱり難しいんですよね。でしかも今回のねサンプル PB のように全部ワンマン撮影をするっていうことになった場合も、結構ね当てずっぽでカメラを置いて、この中に被写体が映るだろうなみたいな形で撮影するわけなんですけれども、その時にこのオープンゲート撮影っていうのはかなり役立ってくれて、後から編集段階でフレーミングできる。でやっぱり特に重要なのは縦部分で余裕ができるっていうことも
もあって、映像の水平っていうのも後からしっかりと調整できるっていうのがこのオープンゲート撮影の最大の強みであって、一発撮りのシーンなんかではこのオープンゲート撮影っていうのがかなり生きるということになります。次にね、色味ですね、カラー周りなんですけれども、個人的にこの GoPro のアクションカメラの最大の強みっていうのはこの色味だと思っているんです。今回のミッション1シリーズでも従来のね、フラット、ナチュラル、鮮やかっていうね、3つのカラープロファイルに加えて、今回から新しくシネマティックっていうプロファイルっていうのが追加されました。これを使うことで簡単にシネマティックな色味っていうのが再現できるということなんですけれども、ただ何度も言うんですけれど、このミッション1プロっていうのはやっぱり映像制作を強く意識したモデルで、編集作業っていうのも込みにしたようなモデルということもあって、今回からね、新しく搭載された GP-Log2 っていうログですね。これがね、本当に感動レベルでですね、この辺ね、後からね、実際撮った映像っていうのを見返して、編集画面っていうのを見ていただこうと思うんですけれども、ちなみに今回オープニングで見ていただいたサンプル映像っていうのは、編集段階でノイズリダクションであったりだとか、あとアップスケーリングして、画素数を上げるようなね、そういったことっていうのは一切していなくて、明るさであったり、最低限の色味の調整に抑えたというふうな形で、特にやっぱり暗いところ、暗部での粘りっていうのがこの GP-Log2、これまでのアクションカメラとはね、全く別物に生まれ変わっていたので、その辺も後から詳しくご紹介できればいいかなと思います。で、その色味や画質に影響するところとしてビットレートなんですけれども、GoPro っていうのはこれまでもこのビットレートっていうのを重要視してきていて、今回のこのミッション1 Pro からですね、このデフォルトの状態、カメラの素の状態でビットレートが最大 240Mbps まで上げることができるようになりました。それによって細かなね、葉っぱの動きであったりだとか、あと水面に反射する光の揺らぎであったり、そういったシーンなんかではどうしてもね、ビットレートが低いと圧縮によって崩れてしまうっていうのがね、これまでのアクションカメラではよくあったんですけれども、240Mbps までビットレートを上げることによって、だいぶこの辺でも余裕ができた。で、あとこの GoPro ミッションシリーズになっても GoPro Labs っていうデフォルト以上の性能を引き出すっていうね、ソフトウェアがあって、それなんかを使うと 300Mbps まで上げることができるんですね。で、この 240Mbps 以上っていうのがなぜ重要かっていうと、例えば Netflix っていうのは 4K240Mbps 以上っていうのを、撮影要件として求めているんですね。なのでこの GoPro Mission 1っていうのはその Netflix の撮影要件っていうのを超えてくるモデルということもあって、Netflix っていうとね、テレビで見られるだけではなくて、ものによってはね、劇場公開もされたりするので、そういった大画面の視聴にも耐えられる、そういった要件をクリアしているカメラということなんですね。最後に気になるポイントで、この GoPro Mission 1 Pro どれだけ長時間撮影できるのか、つまり熱っていうのをどれだけ制御できるのかというところなんですけれども、これGoPro の公式見解で言うと、空気の流れのない場所であっても 8K のオープンゲートで96分間の撮影が可能だと。で、4K120p のオープンゲートでも100分間で、4K30p のオープンゲートでは180分間の撮影が可能ということなんですね。これはあくまでGoPro がね、公式に出しているところで、実際僕自身もこの室内で空気の流れのない27度ぐらいの環境で 4K60p でどれぐらい長回しができるのかっていうところもね、でその検証結果っていうのはね、後からご覧いただこうと思うんですけれども、個人的にはね、もう熱に関しては大丈夫かなというふうな印象でした。それではね、実際先日僕が撮影したサンプル映像っていうのを見ながらね、このミッション1 Pro を実際使ってみた感想っていうのをね、述べていこうと思うんですけれども、今回のサンプル映像の撮影場所っていうのは兵庫県にある福知山廃線敷っていう、かつてそこに電車が通っていたところなんだけれども、今はそれが廃線になって、トレッキングルートになっているというところなんですね。で、ここは山の中にあるっていうこともあって、春は桜が綺麗ですし、秋には紅葉もね、見れるところなんですけれども、この時期のね、森っていうのは深い緑になっていて、あと川の流れっていうのがずっとあって、橋であったり、あと中が真っ暗になるトンネルっていうのもあるんですね。そういうこともあって、明暗差っていうのがかなり大きい場所なので、カメラのね、特徴を見るのにはね、ロケーションとしては最適なんですね。ただね、これ撮影した日っていうのは曇り時々晴れみたいな感じで、基本的にね、曇っていて、そのせいもあって映像的にはね、全体的にちょっと重くはなってしまったんですけれども、ただし映像としてはやっぱりかなりリッチな映像で、特にこういった森のね、緑であったり、あと川の流れで岩の質感とかっていうのもね、その細部、ディテールっていうのがかなりしっかりと映すことができていたかなというふうに思います。で、特にこのミッション1 Pro になって 4K と 8K のね、使い分けっていうのがね、すごく簡単になったんですね。こういった光っていうのがね、十分ある屋外での、広いショットなんかを撮る場合っていうのは 8K で撮ると解像感の高いね、立体感のある映像っていうのが撮れて、
一方ねこういったトンネルの中であったりだとか光の環境っていうのがね変わるような状況では 4K で撮影するっていう風な形で基本的には 4K30p、60p で撮影しておいて風景なんかをクリアに撮りたい場合っていうのは 8K を使うっていう風な感じでこの 8K、4K 解像度の使い分けっていうのもしやすくなったかなという印象です。で特に今回やっぱりサンプル映像っていうのを撮ってみて個人的に一番ねびっくりしたポイントっていうのがねこのシーンなんですね。暗いトンネルの中を歩いてきて、人物が浮かび上がってくるっていうシーンなんですけれども、ここはね正直撮った時に、これはね使えないかなっていうふうに思ったんですね。っていうのもね後ろからね人が来てるっていうのがね足音で分かったんで本当ねろくな確認っていうのもできないまま撮影して、そのままその場をはけたっていうこともあってちゃんと露出の設定っていうのもしていなかったんですけれども、この素材を持ち替えてね触ってみるとねここまでちゃんとね使える映像になっていたっていうのがね個人的にびっくりで、そういうこともあってねちょっとこのシーンをねちょっと振り返ってみて、どういう風な形で処理をしたのかっていうのをね見ていただこうと思うんですね。でこれが実際のダヴィンチリゾルブでの編集画面なんですけれども、これご覧いただいたら分かるように、使っているノードっていうのはたった3つなんですよね。どこを見ていただいてもねノイズリダクションっていうのをかけていないのが分かると思います。これ実際どういうことをやったのかっていうことをちょっとね見ていただこうと思うんですけれども、最初の段階ね取って出しちょっとこれいらないか取って出しの状況っていうのはこれログで撮影しているっていうこともあってこんな感じなんですよ。これをね見た当初はねこれはちょっとやっぱり暗すぎてダメかなというふうに思ったんですけれども、でこれログで撮影しているっていうこともあって例えばラットを当てたらどうなるのかって話なんですけれども、 GoPro が出している GP ログ2用のラットなんですけれども、これを当ててレック709に戻すとこんな感じでもう完全に真っ暗状態なんですね。なのでラットを使ってレック709に戻すようでは色情報っていうのがしっかりと引き出せなかったんでこの部分っていうのはねラットを使っていないんですね。ただ何をしたのかっていうとすごくシンプルで、まず最初のノードでですねこんな感じでプライマリーでただ単純にですね原因を上げたんですね。ハイライトの部分をちょっと上げたんですね。デフォルトではこういう暗さなんですけれども、ここで原因でこんな感じで少し上げてやる。でその次に何をしたのかっていうと、ここで色情報っていうのを引っ張り出してきたんですね。これログで撮影しているっていうこともあって一見するとね色が全然載っていないモノクロみたいなんですけれども、実はこのデータの中でしっかりとね RGB の情報っていうのは眠っていて、それをこの RGB ミキサーを使ってですねこのミキサーを使ってですね一気にね赤緑青の出力っていうのをマックスまで上げました。そうするとこの人物の肌色であったり他の色っていうのも戻ってくるわけなんですよ。ただしこれだとちょっと色がね出過ぎてしまっているんですね。こういった赤もそうですけれども、この辺の壁のところに緑っていうのもひっついてますし、黒いところにも青が乗っかってしまっているんで、この辺をこのカラースライスっていうのを使って色の濃度っていうのを落としたりしながら、軽く調整したっていう風な形なんですよ。なので取って出しの状況はこれなんですけれども、たった3つの濃度でこれだけ色の情報であったり明るさっていうのを戻すことができるということで、個人的にこの映像を触って、ここまでね戻すことができた時にこのミッション1プロやべえって思いました。あとトンネルからね外に出るようなシーンなんかでもしっかりとね露出っていうのが安定していましたし、他にも逆光のシーンですね木漏れ日なんかを撮ったシーンなんかでももちろんねハイライトっていうのは強く出るんですけれども、さっきも言ったようにシャドウ部分でのね粘りっていうのが強いんで後からねしっかりと戻ってくれるという風な印象でした。で次手ブレ補正に関してなんですけれども、このミッション1プロから、手ブレ補正は手ブレ補正オフかハイパースムースオンで、あとオートブーストっていうね一番強く手ブレ補正が効くっていう風なこの3つの選択肢になって、このハイパースムースだけでもねかなり手ブレ補正っていうのは効くんですけれども、特に手ぶらで撮影する時ですね今回もこのリュックのねストラップにこういう風な形でこれをつけて手ぶらで撮影してみたんですけれども、その時なんかもねこのオートブーストで撮影するとこの歩いた時の上下のブレっていうのがねしっかりと補正されているんですね。これさっきも言ったんですけれども、これだけの手ブレ補正っていうのが後々出てくるねレンズ交換式の ILS なんかではこういったレンズを使っていながらも使えるっていうのがね、こういった手ブレ補正の面からでも ILS には期待できるかなというふう
ふうに思います。でスローモーションに関しても 4K240p で撮ると8倍のスローモーションっていうのが使うことができて、1080になると960fps で撮影できるということで、32倍のスローモーションが可能になるんですね。実はDJI のカメラなんかでもこの32倍のスローモーションっていうのは使うことができるんですけれども、この場合っていうのは 240p で撮影したもののフレームっていうのをね保管する形で疑似的な32倍スローモーションということなんですけれども、このミッション1 Pro の場合はちゃんと1フレームずつ撮影した上でのスローモーションなので、より綺麗で滑らかなスローモーション撮影ができるということですね。で最後にVlog 用途的な使い方なんですけれども、このカメラね映像制作用のカメラっていうのを繰り返し言っているんですけれども、ただもちろんね Vlog 的な仕様っていうのもできて、特に音声面でかなり大きなアップグレードっていうのがあって、今回のミッション1シリーズから32ビットフロートでの内部収録が可能になりました。32ビットフロートは何ぞやっていうことなんですけれども、システム上は音割れのない、ただ実際はねマイク性能に依存するっていうこともあって、あまりにも突発的な大きな音ではね音割れしてしまうんですけれども、音のダイナミックレンジっていうのもかなり広くなったっていうところと、であとねもう一つこれね USB-C オーディオに対応したんですね。これオーディオっていうのがこういう風な形で、メイントラックのカメラマイクとそれとは別にトラック2っていうねトラックっていうのも用意されていて、ここなんかに USB-C マイクっていうのを接続することができるんですよ。なのでUSB-C で接続できるようなオンカメラマイクであったり、あとこういったZoom のねハンディレコーダー、こういったものもですね外部マイクとして使うことができるんですね。あとこの辺のケージとかっていうのも後から紹介しようとは思うんですけれども、充電なんかにも使える USB-C のところにこれを突き刺すとですね、そうするとこのように2トラックで音声っていうのが収録できるようになっていて、片方はねカメラ本体の音声で、それとは別にここの外部のマイクっていうのも使うことができるんですね。あと今後発売予定のこのミッション1シリーズに使用できるメディアモッド、これなんかにはモニタリング用のヘッドホンジャックっていうのがついていたりだとか、あとモニターに映像を出力するミニ HDMI 端子っていうのもついているんで、この小さい GoPro っていうのを母艦にしてリグを組むこともできるっていうことなんですね。この辺なんかもこのミッション1 Pro だけではなくて、今後出るね ILS なんかはねこういったGoPro らしい拡張性っていうのがね生きるのかなというふうに思います。はい、ということでここからね屋外ではチェックできなかった追加検証っていうのをご紹介しようと思っていて、まずねこのカメラの最短撮影距離ですね。これどうしてもね1インチセンサーを採用したっていうこともあって、これまでよりも、おそらくね最短撮影距離っていうのが伸びるだろうなというふうな感じはしたんですけれども、これを室内でチェックしてみたところですね、この辺こういった絞りのないカメラの最短撮影距離ってはっきりとね出るわけではなくて、だいたいこの辺からぼやけてくるなっていうのがあるんですけれども、はっきりとどれぐらいまで寄れるのかっていうのを断言するのは難しいんですけれども、個人的にだいたい40センチぐらいが使える限度かなというふうな形で、ただこの辺の最短撮影距離に関しても、従来のアクションカメラの使用感とほぼほぼ同じで大丈夫かなというふうな印象です。これまでのアクションカメラっていうのも大体ね最短撮影距離って40センチから30センチの間ぐらいって感じなんですよね。で撮影する時のコツとしてはね、手を伸ばす感じですね。手を伸ばしてね触れられるところ、この辺がだいたいピントのね境になるっていう風に覚えておくと、問題なく撮影できるかなという風に思います。っていうのもね、だいたいね肘から指先っていうのがねもちろんね個人差はあると思うんですけれども、だいたい40センチぐらいなんですね。でなので手を伸ばした感じっていうのは、カメラっていうのをね目の前に置くっていうこともあって、この辺がピントの境になるっていう風な感じで、自撮りをする時なんかも目いっぱい伸ばさなくてもちょっと肘をね曲げた感じっていうのでだいたい40センチぐらいになるんで、これぐらいの距離感であればピントに関してはそこまで問題にならないのかなというふうに思うので、従来のアクションカメラと同じような使用感で大丈夫かなというふうに思います。で次このミッション1 Pro の連続撮影時間ですね。で室内の温度っていうのはだいたい27度ぐらいで、空気の流れっていうのはない状態で 4K60p で撮影してどれぐらい撮影できるのかというところなんですけれども、約1時間半ですね90分弱撮影することができたというふうな形です。これのバッテリー 100% の状態から始めて、残りね 10% ぐらいの段階で熱で止まりますっていうふうなアナウンスが出た形で、それでもね 4K60p ですからね、 4K30p じゃなくて 4K60p で1時間半撮影することができたんで、こういったところもね GoPro が公式に出している検証結果っていうのはある程度信頼できるかなというふうに思いました。
はい、というわけでここまでねこの1週間ぐらいこの GoPro Mission 1 Pro を使ってみた感想っていうのを紹介したんですけれども、やっぱりねいいところばかりではなくて気になったポイントっていうのもあったんですね。これもGoPro ユーザーの方はね以前からね持っていた不満だとは思うんですけれども、例えばこの GoPro のライバルモデルの DJI っていうのはカメラ内部にある程度の量のメモリーっていうのがあってですね、それなんかを通すと、本体と USB-C をね Mac なんかにつなぐと高速にデータっていうのを移行することができるんですけれども、今回の GoPro Mission 1 Pro っていうのはそういった内部のメモリー機能っていうのはなくて、あくまで従来通りマイクロ SD に収録するというふうな形なんですね。でそれはいいんですよ。個人的にそれはね別に問題ないんですよ。マイクロ SD でいいんだけれども、重要なのはそこからこのデータの取り出し方なんですね。で毎回やっぱりこれをね蓋を開けてこのマイクロ SD を取り出して、でこっからデータを取るっていうのは面倒なもんなんで、やっぱりこの USB-C からねケーブルを通してデータっていうのをやり取りしたいんですけれども、その場合っていうのは Mac を使用している場合イメージキャプチャーっていうアプリケーションを使ってデータを移行するんだけれども、どうしてもMac 側の制限で 4GB 以上のデータっていうのを転送することができないんですね。なので240Mbps とかで結構長時間撮影したりすると、一つの映像データで4ギガを超えるっていう場合はこのマイクロ SD カードを取り出して、そこから転送するしか方法がないんですね。 USB-C ケーブルから転送するっていうことはできないんですよ。かつては GoPro もこういったMac や PC の専用のデスクトップアプリっていうのがあって、それなんかを返すと 4GB 以上のものっていうのもやり取りできたんですけれども、現状 Mac をお使いの場合っていうのはイメージキャプチャーを使ってデータを転送するっていう形になるんで、その場合は 4GB 以上っていうのは転送できないんですね。で個人的にやっぱりこれはねもうちょっといい加減なんとかしてほしいなというところで、ぜひ専用のねデスクトップアプリっていうのを開発してほしいなというふうに率直に思いました。はい、ということでここまで長々と GoPro Mission 1 Pro のレビューをご紹介してきたんですけれども、何度も言うようにね、これまでの趣味の延長線上のねアクションカメラから、より映像制作の方にね明確に重心を移したようなカメラということで、他の例えばDJI だったら Insta360 のライバルモデルなんかと比べても、明確に路線が変わってきたかなと。でもちろんね値段っていうのもねその中ではね一番高くはなってしまうかなとは思うんですけれども、それでもやっぱり実際この Mission 1 Pro で撮る映像っていうのはこれまでのアクションカメラとは一段よりクリーンになってよりリッチな映像が撮れるようになったかなというふうに思います。で僕自身この GoPro っていうのは GoPro Hero 5からずっと使ってきていて、いわゆるスポーツのシーンなんかではなくて日常であったり、あとは旅カメラっていう風な形でねこの GoPro を使う機会が多かったっていうこともあって、僕自身ずっと求めてきた方向性なんで、それがとうとう現実になったっていうところでね、これは本当にお勧めできるモデルでした。最近ね本当GoPro ってあまりいいニュースがなくて、僕自身GoPro ファンとしてね、結構ねダメージ食らうんですけれども、それでもやっぱり今回のこの GoPro Mission 1 Pro っていうのはまだまだこのジャンルにやっぱり GoPro は必要だなっていう風にね実感させてくれるモデルだったのでね、いろんな噂っていうのはありますし、あとね今円安ドル高っていうことでどうしても日本円にすると高くはなってしまうんですけれども、それでもやっぱり使い方次第ではまだまだこの GoPro でしか撮れない映像っていうのがたくさんあると思うのでね、僕自身も先月までね長いバックパック旅行をしていて、その際にはねこのね GoPro Hero 13と GoPro Max 2っていうのをよく使っていたっていうこともあって、次旅に出るとすればね間違いなくこの GoPro Mission 1 Pro を持っていくと思いますし、でこれを使うことによってね自分の旅の映像やその記録のクオリティっていうのもね、ワンランクに上がってくれるだろうというふうに思うのでね、これ本当従来のアクション用途だけではなくて旅行であったり、ドキュメンタリーであったり、あとVlog や PV やあと作品作りなんかでもね使えるカメラに生まれ変わっているのでね、僕自身がねこの Mission 1 Pro で感じた感動っていうのをねぜひ皆さんにも体感していただきたいかなというふうに思います。であとちょっと今回のレビューでね紹介しきれなかったんですけれども、現在ねこの GoPro の公式サイトから購入するとこのね専用のねグリップっていうのがねついてくるんですね。でこれもねめちゃくちゃ良くて、こんな感じでこれを使うことによって写真なんかもね撮りやすくなるっていう風な、このコンセプト自体はね他のカメラで、見たことがあるんですけれども、このグリップキットっていうのもね現在無料でついてくる形なので、気になる方はね概要欄にリンク先貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。というわけで長々とお送りしてきましたこの GoPro Mission 1 Pro のレビューなんですけれども、まだね使い始めて1週間ぐらいしか経っていないっていうこともあって、僕自身気づけていない魅力っていうのがあると思いますし、あと写真なんかでもねパンフォーカスのスナップカメラとしてこれかなり優秀だと思うのでね、これからもこの GoPro Mission 1に関する動画っていうのはね作っていこうと思いますので、もし気に入っていただけましたらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で Forever GoPro おもかげでした。